おはようございます。就職氷河期世代40歳引きこもり無職の TK です。無職のおっさんのアメリカ移住の現実をお送りしております。ニューヨークの物価高騰で貯金ゼロ、生活費も底をつき、なんとか父親からの仕送りと妻の支えで生活できております。猫たちにも一番安い缶詰を半分ずつ与えているため、食べ物の奪い合いが激しくなってきました。先週の Vlog でも紹介したように、新しいダイニングテーブルをキッチンに置いたため、キッチンは人が一人通るのがやっとのスペースしかありません。なので体を横にしないと通れません。今週も早速 TKs の皆様からの質問に答えていきましょう。愛する2匹の猫ちゃんたちは保護猫ちゃんですか？そうです。2匹とも保護猫です。向かって左がジボン、右がボンボンです。皆さんもお気づきでしょうか？ボンボンはジボンの餌を常に狙っています。ジボンの餌は自分のものと考える、まさにジャイアン気質です。ジボンがいなくなったらすべて平らげます。久しぶりに父親から LINE が来ました。読んでいきましょう。ちなみに父親は重度の緑内障を患っており、多少読みにくい部分もございますがお付き合いください。自分の考えをもと 4,5 年をどうするか、何を目標に考え、それには今をどう行動し継続し考える。信念を忘れず目標を目指すように諦めずにね。参考に。 PS 親として無職の TK を立派な社会人にしてやれなかったことを深く心から反省している。そのようなことを実の父親から言われてしまう。そして言わせてしまったおいらに絶望します。両親もかなりの高齢者なので、なんとか無職の TK も親孝行できるように頑張りたいと思います。人は小さな絶望を積み重ねて成長できるのだと思います。気を取り直して朝食を作っていきましょう。毎度おなじみ朝食のラップサンドイッチです。毎日ラップサンドイッチなので不思議に思い、妻に幼少期の朝食の思い出について聞いてみました。すると妻は幼少期、両親が一生懸命に共働きで働いていたため、家族で揃って朝食を食べた思い出がないそうです。妻の夢は毎朝家族揃って朝食を食べること。おいらは無職のためいつでも家にいるので、朝食をみんなで食べる妻の夢を叶えてあげることができるかもしれません。今日も家族揃っての朝食です。一つ妻の夢を叶えることができました。食後にコーヒーブレイクです。後ろでヤクザ猫ボンボンが毛づくろいしているようです。ボンボンはジボンのことが
最近嫌いみたいです。毛づくろいの後でボンボンのトレーニングに付き合わされています。より強くなっています。改めましておはようございます。無職の TK です。ボンボンからの圧力により十分な食事をとれていないジボンにおやつを与えようと思います。YouTube を始めて3ヶ月が経ち、今週はチャンネル登録者が35人増えて合計435人となりました。今週はあまり伸びませんでしたね。そろそろ頭打ちかもしれません。チャンネル登録者数1000人を目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。それでは本日も無職の TK を最後までごゆっくりお楽しみください。妻が仕事に出かけました。いってらっしゃいませ。最近お辞儀が軽くなったような気がします。前回までのブログでは深々と頭を下げていましたね。気をつけたいと思います。まずはランドリーへ行くので洗濯物を仕分けしていきます。その間に TK's からのコメントをもう一つ読んでみましょう。嫁さんも日本人でしょうか？器用そうなので嫁さんだったらサンドイッチ屋でも何でもできそうだな。それにしてもなんでこんな無能男とくっついちゃったんだろう。優しさだと思います。妻は韓国人です。ランドリーに洗濯物をドロップオフしてくるので少々お待ちください。2分後、重い足取りで帰ってきました。やや円高になったものの、今週のランドリー9000円です。絶望します。これから猫のトイレを変えて部屋の掃除をし、父親にお願いしていた仕送りを引き出しに行き、妻にお願いされている iPhone15 のピックアップと夕飯の買い出しに出かけたいと思います。ボンボンジボン行ってきます。お留守番お願いします。また1週間ぶりに外に出てきました。11年前にニューヨークに来たばかりの頃は外を歩くだけで幸せだったので、ずっとマンハッタンを歩いていました。現在はうつが悪化したためあまり外に出なくなってしまいました。無事に仕送りを引き出して妻の iPhone15 をピックアップしたので、久しぶりにマクドナルドでランチブレイクです。クォーターパウンダーセットミディアムサイズで2100円です。これから電車に乗って家に帰ります。近所のスーパーマーケットで夕食のお使いに来ました。無事に一人で帰るか心配です。家に帰ってきました。今日は誰がお出迎えしてくれるでしょうか。ボンボンです。ママじゃなくて絶望そうな顔をしていますね。同情します。おいらは一日頑張ったので大好きなアイスクリームを食べることにしました。このアイスクリームはバニラアイスクリームに蜂蜜が入っているだけなのですが、すごく美味しいです。アイスクリームを食べながら末期がんを宣告された YouTuber の Vlog を見ています。皆さん大変ですね。私の YouTube が暗いせいか、YouTube のおすすめで暗い Vlog ばかりが出てきます。とりあえずシャワーを
浴びてきます。40歳の髪の毛ってうねりがひどいです。チリチリしています。シャワーの後で今朝出したランドリーのピックアップに行ってきました。家賃が200ドル上がってでも洗濯機のある家に住みたいです。妻が帰ってきました。ボンボンがずっと妻を見ています。尻尾をつかみたいけどつかめません。難しいです。これから夕飯を作っていきます。パスタを茹でます。長いこと冷凍庫に眠っていたエビを水に戻します。トマトを洗いました。パスタのソースを作ります。醤油です。お酢です。ごま油です。オリーブオイルも入れるみたいです。パスタが茹で上がりました。エビを炒めます。生ニンニクを細かくカットしてミンチ状にしていきます。お気づきになられたであろうか。妻の待ち受け画面、無色の TK、恥ずかしくてできない。パスタのソースに何かを追加しています。サラダに先ほどのエビを盛り付けます。冷やして水で締めておいたパスタを上に乗せて冷製パスタの完成です。乾杯いただきます。すごく美味しかったです。オイラがピックアップしてきた iPhone15 を妻が開封します。無事任務完了です。素材がティタニウムらしいです。20万円ぐらいします。食後に妻の作ったブラウニーをいただきます。美味しいです。ボンボンも疲れて眠ってしまったみたいです。今日も一日お疲れ様でした。ここまでご覧いただきました皆様、本日もご視聴ありがとうございました。TK's から週1ではなくもっと動画をアップしてほしいと要望がありました。もし皆さんがグッドボタンをたくさんしてくれたら、うつを克服しもっと動画が出せるかもしれません。それではまた来週金曜日の7時にお会いしましょう。おやすみなさい。